こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。皆さん、お元気ですか？今日のテーマは、日本の会社の福利厚生です。はい。皆さんは福利厚生を知っていますか？うん。ちょっと難しい言葉ですよね。簡単に言うと、福利厚生は給料以外に会社が社員に提供してくれるサービスやサポートのことです。実は日本の会社には面白いサービスやサポートがたくさんあるんです。今日はそれを皆さんに紹介します。これを見たら皆さんも日本の会社で働きたくなるかもしれませんよ。はい。私のポッドキャストでは N3 から N2 レベルの日本語で話します。私と一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それでは行ってみましょう。まずは一番有名な日本の会社の制度から紹介します。はい。それは交通費支給です。はい。支給というのは払う、あげるという意味です。日本の会社の多くは家から会社までの電車代やバス代を全部、または一部を払ってくれます。うん、これは日本人にとっては当たり前のことなんです。私が日本の会社で働いていた時も会社が交通費を全部払ってくれました。うん、でもどうして日本にある会社は交通費を払ってくれると思いますか？うん、理由は2つあります。まず1つ目は家から会社まで移動することも仕事をするための準備だと考えるからです。うん、つまり通勤も仕事の一部と考えます。はい。あともう一つの理由は会社の近くに住んでいる人と遠くに住んでいる人で自由に使えるお金が変わらないようにするためです。はい。基本的には交通費を全部払ってくれる会社が多いですけど、もちろんルールもあります。会社によっては1ヶ月に3万円までのように、決まった金額までしか出さない会社もあります。ですけど、1ヶ月に3万円も交通費がかかることは、ほとんどないので、基本的には会社が交通費を全部払ってくれます。私も仕事に必要な交通費を自分のお金で払ったことは一度もないです。はい。ちなみにこの交通費は電車やバスだけではありません。車で通勤する人のために、距離に合わせてガソリン代を払ってくれる会社もあります。はい。あと、最近は健康のために自転車で通勤する人もいます。うん、
そういう人たちのための、駐輪場代、場所代をサポートする会社も出てきましたね。皆さんの国では会社が交通費をいつも払ってくれますか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、交通費の次はお金に関するもう一つの大切な制度、住宅手当についてお話しします。はい。皆さんも知っていると思いますが、日本の特に東京の家賃はとても高いですね。一人暮らしでも1ヶ月に10万円以上かかるのが、普通です。そこで会社が社員の住む場所のためにお金を出してくれることがあります。これが住宅手当です。住宅手当は大きく2つのパターンがあります。1つ目は家賃補助です。はい、家賃補助。これは自分でアパートを借りている人に毎月決まった金額を給料と一緒に払う方法です。例えば毎月2万円を給料と一緒に家賃補助として払うということですね。はい。2つ目は社宅料です。会社がアパートを持っているので、社員は安い家賃でそこに住むことができます。うん、まあどちらも自分で全部お金を払うよりはずっと安く住めるので、ね、とても助かりますよね。はい。私の弟も会社のせいで、会社の都合で遠い場所で働くことになりました。うん、この時も会社から家賃補助が出ました。もちろん会社によって家賃補助の金額は変わるんですけど、弟の働いている会社では家賃の70%を払ってくれました。うん、家賃が安い分趣味にお金を使えるので本当にいい制度ですよね。はい。でも注意点があります。注意しないといけないことがあります。住宅手当は、すべての会社にあるわけじゃないです。最近は住宅手当を出さない代わりに基本の給料を高くするという考え方も増えています。うん、もし皆さんが日本で仕事を探すときは住宅手当があるかどうかしっかりチェックしてくださいね。はい。はい。では次は日本の面白い、ユニークな福利厚生を紹介します。はい。3つあります。どれも本当に実在する会社の制度です。まず1つ目は失恋休暇です。はい、失恋休暇。これは兵庫県で美容室を経営している会社で実際にある制度です。失恋休暇とは恋人と別れた時に会社を休むことができる制度です。はい。この制度の
面白いところは、年齢によって休める日にち、日数が違うことです。20代前半なら1日、20代後半なら2日間、30代以上なら3日間も休めます。はい。どうしてこの制度があると思いますか？うん。この会社の社長さんはこう考えています。失恋した時は仕事に集中できないし、心が辛いです。特にお客さんに笑顔を見せる美容師さんは無理をしなくて働かなくていい、しっかり泣いてリフレッシュしてまた笑顔で働いてほしいという優しさから生まれた制度なんです。30代の方が休みが多いのは、大人の失恋は立ち直るのに時間がかかるからだそうです。わあ、本当に面白いけど、で、少し切ないですね。はい。では、2つ目のユニークな制度を紹介します。それは、推し活休暇です。はい。推し活休暇。これはゲームや映像を作っている一部の会社にある制度です。推し活休暇とは、自分が応援している大好きなアイドルやキャラクターのイベントがある時に休める制度です。いやー、羨ましい制度ですよね。ヒロロという会社では推しロス休暇もあります。はい、推しロス休暇。これは何ですか？うん、はい、これは推しが結婚した時や引退してしまった時にショックを癒すために最大マックスで10日間も休めるんです。はい。しかもその休んでる間も給料がちゃんと出るんです。本当に面白い制度ですよね。はい。どうしてこの制度があると思いますか？考えてみましょう。はい。それは社員が自分の趣味を大切にすることで、新しい仕事のアイデアにつながったり、仕事のモチベーションが上がったりすると考えているからです。オタクの気持ちを理解してくれる、だから新しい制度ですよね。はい、面白いです。では最後、3つ目に紹介する制度はサイコロ級です。はい、サイコロ級。ね、名前を聞いただけじゃよくわからない制度です。これは神奈川県にある面白法人カヤックという会社で実際にある制度です。この会社では毎月給料日の前に社員全員がサイコロを振ります。はい。そして基本の給料かけるサイコロの出た目がプラスで手当としてもらえるんです。例えば給料が30万円でサイコロの6が出たら1万8000円多くお金がもらえます。逆に1だったら3000円だけです。うん、どうしてこの制度が
あると思いますか？はい。それは社員に運も実力のうちという遊び心を持ってほしいからです。運も実力のうちとは、成功するためには努力だけじゃなくて、運がいいことも大切な力です。という意味です。誰が社員を評価するかで悩むよりも、もうサイコロで決めるなら、誰も文句は言えないですよね。はい。私が前働いていた日本の会社では、誕生日休暇がありました。うん、これは誕生日の日に会社を休むことができます。もちろん休んだ分も給料がもらえました。とてもね、幸せな制度だと思います。ここまで面白い日本の会社の福利厚生をいろいろ紹介しました。どうして日本の会社ではこんな変わった制度があると思いますか？うん、理由は2つあります。1つ目は社員の健康と幸せのためです。昔の日本はたくさん残業するのがいい社員だと思われていました。でも今は違います。しっかり休んで楽しく働いた方がいいアイディアが出ると考える会社が増えたんです。うん、2つ目はいい人を採用するためです。少子高齢化で、子どもの数も少なくなって、今は日本では働く人が足りないです。うん、だから面白い制度を作って、この会社楽しそうとか働きたいと思ってもらう必要があるんです。うん、皆さんは今日紹介した制度でどれが一番好きですか？うん、私は推し活休暇がいいなと思いました。はい。皆さんの国にある日本にはない面白い会社の制度があったら、ぜひ日本語でコメントに書いてみてください。うん、いろいろな国の会社の制度を一緒にシェアしましょう。日本語を間違えても大丈夫です。皆さんのコメントを楽しみに待っています。はい。今日はここまでです。いつもたくさんのサポートを本当にありがとうございます。では皆さん次のレッスンでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。